今日は一口ジャムパイを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は一口ジャムパイを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、冷凍パイシートとパンに塗るジャムを使って簡単なお菓子レシピをご紹介します。型抜きを使ってね、今回作るんですけれども、余った切れ端の部分の活用方法もご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。冷凍パイシート、ジャム、牛乳、グラニュー糖。今回はこちらの材料で作っていきます。まずですね、ジャムの種類はいちご、ブルーベリー、マーマレード、この3種類で作っていきたいと思います。で、こちらの牛乳はですね、接着の糊として使うのと、あとはね、焼き色をきれいにつけるのに使います。で、あとはこちらのグラニュー糖はパイ生地にちょっとまぶしたいと思います。今回はこちらの冷凍パイシートを使っていきます。大きさはお持ちの冷凍パイシートで OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずですね、冷凍パイシートを綿棒で軽く伸ばします。冷凍パイシートはですね、完全に解凍させてしまうと作業がやりにくくなってしまいますので、半解凍よりもちょっと手前ぐらいから作業し始めてください。はい、OK です。だいたい一回りぐらいですね、大きくなれば OK です。それではですね、型抜きしていきます。今回はね、こちらの2つを使ってくり抜いていきます。まずこちらの丸いクッキー型は直径4センチです。こちらはですね、絞り口の後ろの部分です。ここを利用して作っていきたいと思います。で、こちらの直径は 2.5 センチになります。この2つを使ってくり抜いていきます。で、これはですね、丸いクッキー型じゃなくても大丈夫なので、お持ちのクッキー型などを使っていただくといいかなと思います。ではまずね、こちらを全部ね、丸くくり抜いていきます。はい、こんな感じで丸くくり抜きました。このくり抜き終わったこちらのパイシートは後でね、使うのでこのままね、取っておきましょう。そしたらですね、半分はこちらの型でもう一度くり抜いていきます。こちらのね、丸くなってる方を中心に置いてくり抜きます。で、このように輪っか状にしてください。はい、このようにくり抜いてください。全部で3パートあるイメージですね。で、そしたらですね、天板の上にオーブンシートまたはクッキングシートを乗せてください。で、ここに下の丸い土台となる生地を乗せていきます。はい、これで OK です。それではね、これをもうワンセット作りたいと思います。はい、冷凍パイシート2枚分くり抜きました。で、2枚分で今回は12セットできます。こちらはパイシートの大きさによってできる個数が変わりますので、目安にしていただけたらと思います。では続いてフォークでこちらにね、軽く穴を開けていきます。で、パイシートはね、焼くと膨らむので、この穴が空気の出入り口になります。はい、OK です。そうしましたら、ここに接着のりとして使う牛乳を塗っていきます。で、これはね、卵でもいいんですけれども、卵1個だと使い切れないので、牛乳がね、ちょうどいいかなと思います。輝くようなツヤ感を出したい場合は卵液を塗っていただくといいかなと思います。牛乳はマットな焼き色になります。はい、で、このように牛乳をつけたら、ここにくり抜いた輪っかを乗せていきます。で、乗せたら軽くね、手で押さえてくっつけてください。で、残りも同じように乗せていきます。はい、OK です。このように上に乗せてください。そしたらですね、この縁の部分にまた牛乳を塗りましょう。はい、牛乳を塗りました。そうしましたら、ここにグラニュー糖をまぶしていきます。パラパラパラーっとね。で、このね、グラニュー糖をまぶすとね、ちょっとザクザク感が出て、さらに美味しくなります。はい、OK です。このようにグラニュー糖をまぶしてください。それではですね、こちらをまずジャムをのせずに200度に予熱したオーブンで7分ほど焼きます。そして7分焼いたら一度取り出して、そこにジャムをのせてもう一度ね、軽く焼きたいと思います。それではまずパイシートだけ焼きたいと思います。はい、今ね、7分焼き終わりました。そしたら一度取り出してください。そしてここにジャムをのせていきます。で、ここでね、あんまりジャムをのせすぎると溢れ出てくるので、のせすぎにはね、注意してください。そして続いてブルーベリーです。
はい、そしてマーマレードをのせていきます。はい、OK です。このようにのせてください。それでは残り3分ほど焼いていきます。で、途中でねジャムが溢れ出てくる時もあるので、様子を見ながらね調整してください。では焼きたいと思います。はい、焼き上がりました。このように少しねジャムがふつふつするぐらいになったら OK です。そしたらねこのまま冷ましたいと思います。少しねこうやってジャムを焼いていただくことで、冷めた後にこのジャムの表面が固まって傾けた時もねジャムがこぼれなくなります。それではこのまま冷ましたいと思います。それでは今からねこちらの余ったパイシートの使い方もご紹介します。まずね丸くくり抜いた方ですね。ここも同じように牛乳を塗りましょう。そしたらここにグラニュー糖をまぶします。こちらの丸い方はザクザク一口パイにしたいと思います。はい、こんな感じで作りました。そうしましたらこちらもオーブンシートの上に乗せます。ではね続いてこちらのくり抜き終わったねパイシートです。こちらにはお好みのねジャムを全面に塗ってください。はい、このように塗りました。でそしたらこれをね縦に切っていきます。でこのように縦に切ったら適当にねこうパタッと折ってまとめていただいて、でこれをぐるぐるぐるっとねじっていきます。こんな感じでねじねじねじっとねねじります。はい、こんな感じです。で残りもねこうやって合わせて適当にこのようにまとめて、でねじねじします。でちょっとね棒状にするイメージでねじねじしていきましょう。はい、このように適当で大丈夫なのでねじってください。でこちらも同じように最後上にグラニュー糖をまぶします。はい、 OK です。ではこちらも同じように天板の上に乗せます。はい、こんな感じです。ではこちらを200度に予熱したオーブンで10分から15分ほどいい焼き色がつくまで焼いていきます。はい、焼き上がりました。こちらが一口サイズのザクザクパイです。こんな感じ。そしてこちらがねじねじパイになります。余った生地はねこのように焼いてみてください。はい、これで一口ジャムパイの完成です。こんな感じに仕上がりました。こちらがいちごジャム、そしてこちらがブルーベリー、そしてこちらがマーマレードです。であとはですねこちら余ったパイ生地で作ったコロコロパイと、あとはねじねじパイですね。こちらもぜひ作ってみてください。ジャムをね一度焼いていただくとこのように表面に膜ができて流れ出てこなくなります。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。まずねこちらジャムが入ったいちご味いただきたいと思います。いただきます。もうねパイがすごくサクサクで、最後にかけたグラニュー糖が食感のアクセントになってとても美味しいです。そして甘さもちょうどいいですね。もう一個ブルーベリー食べようかな。ではブルーベリーもいただきます。もうねブルーベリーも最高に美味しいです。では続いてこちら余った生地で作ったパイもいただきます。これはねもう本当にシンプルにすごく美味しいです。イメージで言うとリーフパイみたいな感じですね。では続いてねじねじパイもいただきます。こっちはねちょっとねジャムが入ってるのでまたちょっとね味わいと食感が違ってとても美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の一口ジャムパイのポイントです。まずですね、今回は冷凍パイシートを使って簡単に作りました。で、この冷凍パイシートなんですけれども、半解凍のちょっと手前ぐらいから作業し始めるようにしてください。半解凍以上解凍させてしまうと、パイシートが柔らかくなって作業しにくくなってしまいます。季節にもよるんですけれども、使う15分から20分前ぐらいにね、冷凍庫から出していただくといいかなと思います。で、夏場とかはね、もう10分前ぐらいに出すぐらいでいいかなと思います。そして冷凍パイシートが半解凍よりもねちょっと硬いぐらいになって綿棒で伸ばせるぐらいの硬さになったら、だいたいですね厚みが3分の2ぐらいになるぐらいまで生地を伸ばしてください。そして今回は丸いクッキー型でくり抜きました。まず外側の型が直径4センチ、そして真ん中のねこのくり抜いた部分は直径が 2.5 センチのものを使いました。でこういった型がない場合は牛乳パックで作ったりとか、あとは100円ショップとかに売っている丸じゃなくてもねハートとかねそういったクッキー型を使っていただいても OK です。
。そして型をくり抜いたら牛乳を全体的に塗ってください。で、この牛乳が接着の糊代わりになります。通常ね、卵を使ったりするんですけれども、卵1個を使うと結構余っちゃうので、今回は牛乳を使いました。牛乳もね、卵と同じように接着の糊代わりになったりとか、あとは焼き色も綺麗につけることができます。で、もしね、卵のようなツヤっとした感じを出したい場合は、もちろん卵を使っていただいても OK です。そして土台に丸くくり抜いた生地を乗せたら、また牛乳を塗って、その後グラニュー糖をまぶしてください。そうすることでザクザクっとした食感も楽しむことができます。そしてね、このパイの形ができたら、まずはこのままジャムを乗せずに200度に予熱したオーブンで7分ほど焼いてください。そしたら一度取り出して、その後ジャムを置いて、残りだいたいね3分ほど焼いてみてください。この焼き時間に関しましては、オーブンの種類によって適正な時間が変わってくるので、目安としては綺麗に焼き色がついて、かつこのジャムのところがふつふつっとしてくれば OK です。で、あんまりね、ここで焼きすぎてしまうと、ジャムがね、中から飛び出てしまいますので、焼きすぎにはね、注意するようにしてください。で、このようにね、少しジャムを焼いていただくことで、冷めた時にこのジャムの表面が乾いて、逆さにしてもジャムが全然落ちてこなくなります。そして今回余った生地で、こちらのコロコロパイと、先ほどね、食べたねじねじパイ、この2つも作りました。こちらもとても美味しいので、ぜひ一緒に作ってみてください。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。サクサクでとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は一口ジャムパイを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。